こんにちは。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。マグロっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。本マグロ。っていうことでね、今日は本マグロの背のブロック1本買ってきました。なんで買ったかと言いますと、年末年始も近いので、お世話になってる方にいろいろ配ろうかなと思いまして、買ってきました。そして買ったらおまけでね、骨もくれました。めちゃめちゃラッキー。これがね、本マグロの骨。この骨と骨の間にまだ身がありますよね。これをスプーンですくうと、中落ちになるんですよ。その中落ちがうまいんすよ。なので今日はこちらの新鮮なマグロを使って4色丼を作っていきたいと思います。丼の上に新鮮なマグロを乗っけて書き込む。4色っていうことは4種類ネタがいりますよね。1種類目はこの中落ち。で、2種類目はここ、マグロの赤身。で、3種類目は皮目の中トロですね。4種類目はここのマグロの、僕は片身って言いますけど、正式は縁側っていうのかな。ここの縁側の角切り。今日はマグロオンリーの4種類丼作っていきたいと思います。ではまず中落ちをスプーンですくうところからやりましょうか。では中落ちを外していきたいと思います。取り方はめちゃめちゃ簡単ですね。ここからスプーンでぐるっと。もう一回いきますよ。よいしょ。これの繰り返し。めちゃめちゃ気持ちいいです。めちゃくちゃ中落ちついてるな。でこの中落ちでもここら辺の中落ちはほぼ中トロなんですよ。これ。どんどん取っていきます。このボウルにどのぐらい入るでしょうかね。こっち側めちゃめちゃついてるわ。がっつり残ってる。ほら。ここの面だけでこんだけ取れました。ガサッと。こんなんほんともらっちゃってよかったのかな。はい、一応綺麗に表も裏も取れました。これちょっと血合いとか筋っこいところ、で、あと血が噛んでるところは残しました。で、綺麗に取れたのがこちら。あのボールてんこ盛りに取れました。500g ぐらいは取れたんじゃないかな。もうこれだけで中落ち丼3杯は作れますね。そしたら次はマグロをおろしていきます。そしたらまずは皮がついてますんで皮を剥いでいきます。皮って意外と簡単に剥げるんですよ。包丁でこっちの方からこうやって入れていきます。こういう感じですね。で、半分からこっち側、頭の方は結構簡単に剥げるんですよ。で、尻尾の方は皮が薄いのと、しっかりと身と皮がくっついてるんで、ちょっと気をつけないと破れちゃう。で、皮剥ぐ際に、わざと少しだけ身を残す。そうすると、マグロの皮についてる筋がこっち側につくんで、筋も同時に取れると。仕事が早いです。こっち側をこうやって徐々に、さーっと入れていきます。めちゃくちゃ楽しいんですよ、これ。これどのマグロにも応用できますので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。皮が取れました。でこの皮って食べれないと思ってたら、食べれるみたいですね。これ鱗取って指いたら美味しいらしいです。コメント欄で教えてもらいました。そしたらブロックに切り分けていきます。このぐらいに1つ、2つ、3つ、4つ、5つと5個取れました。ほんといいマグロだな。鮮度もいいし、脂の乗りもいい感じ。そしたら今日はこの尻尾の方、ここを食べます。このいいブロックは家族に、これはいつもお世話になっている事務所の方に、でこれはご近所さんに、でこれはいつもお世話になっている市場の方に。はい、そしたら柵を取っていきます。まずはここ血合いが入ってますんで、血合いを外していきます。もう見慣れた光景ですよね。で尻尾の方の血合いは結構深く入ってますね。割と深めに外していきます。でここまで血合いが入ってますんで、ここもしっかりとえぐっていく。そしたらこっから上が赤身になりますんで、赤身外します。はい、赤身外れました。そしたらここが縁側ですね。縁側を落とします。はい、縁側。そしたらあとはこう中トロの部位なので、中トロ落としていきます。裏側向けて、1
本、2本、3本、もう1本取れるかな。4本。はい、このようにおろし終わりました。これが1種類目、中落ち。で、2種類目、中トロ。で、3種類目、赤身。で、4種類目、縁側。そしたらこちらを切っていく。そしたら今日は丼なので、平作りじゃなくて、筋を切るイメージで、そぎ切りでやっていきます。こういう感じで。このぐらいの厚さで切っていきます。で、次は赤身ですね。赤身も同じように切っていきます。ちょっと大きいので半分に切って、スライス。赤身は中トロより若干厚めに切っていきます。そしたら次、縁側。縁側、ここに筋がついてますんで、ちょっともったいないと思うんですけど、筋をこうやって落としていきます。この筋はこうやって刻んで、ダダダダダって叩くと、中トロのネギトロみたいな感じになって、めちゃくちゃうまいです。捨てないでください。そしたら縁側は角切りにしていきます。1つ、2つ、3つと。はい、こんな感じに切り終わりました。そしたら酢飯を作っていきます。しかも土鍋でふっくら炊き上げました。これを、で、寿司酢を1、2、3、4杯ぐらい。しっかりと混ぜ合わせていきます。中トロの油の感じには、この酢飯がよく合う。白米も美味しいけど、やっぱ酢飯がいいな。今日はそんな気分。はい、酢飯の完成。そしたらこちらに盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。できました。さばきたて本マグロの4色丼。ほぼ2色ですけどね。実質部位的には4色入っております。さすがにこのままだと多いので、こうやって小分けしてこういう風に食べていきます。中トロ、この中落ちもねがっつり入れました。これでもまだ入りきらなかったです。中落ち、縁側も入れて、赤身も入れたと。で、ここに醤油を垂らして、じゃあまずはこちらの中トロからいただきます。うまっ。全然生臭みがないですね。やっぱり酢飯がうまい。合う。もう実質これで中トロのお寿司を食べてるのと一緒ですからね。うまっ。たまらんな。今日さばいたマグロの背中1本で、多分中トロのお寿司150貫から200貫ぐらいは握れると思います。次はこちら、中落ち。いただきます。うわ、うますぎる。で、中落ちの特徴なんですけど、なんといっても、筋が一本もないんですよ。骨と骨の間に入ってる身なので。だから口どけ滑らかですごく美味しいです。となったら赤身ももちろん、うめえよな。そりゃそうだよな。縁側の部分。不思議ですね。このマグロのコロッとした部分なのに縁側っていう名前はね。じゃあいただきます。うん、うまい。で、縁側はちょっと強めの筋が入ってるんですよ。で、その筋が口の中で米粒一粒一粒と絡み合って、口の中で一体感が生まれて、いい。はい、ということで、今日はこちらのマグロの4種盛りときましたら、お飲み物、こちらでいってみたいと思います。せーの、ベン銀色のやつ。はい、こちら、7対3ですね。いただきます。うめえ。昼間っからマグロとビール。ありがてえ。それじゃゆっくり食べていくよ。
ごちそうさまでした。ということで、今日は大きな本マグロのブロックを使って4色丼作って食べていましたけども、やっぱね、マグロは外さないですね。マグロは丼がうまいっす。もうすぐマグロの初競りがありますけど、初競りだともう大間のマグロ1本1億円以上で落札されるんですよ。マグロ1本1億円ですよ。今日のマグロは小ぶりで一筋だけなのでそんなに値段はしないんですけども、すごいよね、1億円。あ、そうだ、1億円といえばですね、シノアリスっていうダークな世界観で遊べるスマホゲームがあるんですよ。そのゲームで奥を掴んで成り上がれっていう年末年始キャンペーンがありまして、でそのキャンペーンが2019年12月16日から2020年1月の7日まであります。でそれのキャンペーン内容が毎日スクラッチに挑戦できて、その日に引けるガチャの回数が決まるんですけど、で最高で1億連ガチャができるらしいです。1億回いけるらしいですね。もうそれが当たったらほぼ無限でガチャ引けますよね。そのゲームで最強になれますわ。で、プレゼントキャンペーンもやってまして、プレゼントキャンペーンの方は1億の〇〇が当たるっていうキャンペーンなんですよ。で、その〇〇っていうのはまだシークレットなんですけど、きっと素敵なものだと思います。めちゃくちゃ豪華だと思いますんで、気になる方はぜひ概要欄から飛んで確認してみてください。ぜひ皆さんもこの機会にシノアリスで遊んでみてください。僕もいつかな、初競りでマグロ買いてえな。僕大間のマグロは冷凍物しか食べたことないんで、一回大間まで行って食べなあかんなって感じですね。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。